どうもってないんです。本日なんですけども、油そばが食べたい。僕ですね、東京に一番好きな油そば屋さんがありまして、お名前をね、春日亭さんとおっしゃるんですけども、そのね、春日亭さんの特にトリトン油そばっていう油そばが大好きで、東京に行くたびにいつも食べて帰るんですよ。で、その春日亭さんがですね、福岡には出店しておりませんで、今、東京にお仕事で行くことがあんまりなくて、そのおかげで欲求不満。そういった理由で、なんとか自宅でね、春日亭さんっぽい油そばが作れないかなって自宅でずーっと作ってたんですよ。で、自分なりに、これ結構美味しいじゃんっていうのが出来上がってて、実際に春日亭さんのなんかレシピをこう、真似はしてるか。でも詳しいレシピは特に僕存じ上げないので、ただ僕の感覚のままに作り上げた、なんちゃって春日亭さんレシピですけども、もし何かご参考になれば嬉しいなと思います。というわけで早速、よっしゃ作っていきますよ。本日なんですけども、油そばということで、今回爆速です。本当にね、僕が普段から作っているレシピなので、総調理時間多分10分でできます。そのぐらい爆速です。でもって使っていく調味料も、例えばお醤油とかみりんとか、あとは日本酒ぐらいなので、もうほとんど皆さんの常備してある調味料で、賄えると思います。強いて言うなれば、オイスターソースと鶏皮。もうほんとこのくらいあればすぐに作れるレシピだと思います。それでは早速始めていくにあたって、1点ちょっとお忘れし忘れてたものが、このレシピで作っていくにあたって必ず必要になるものがあります。それがこれです。高度文明機器ですね。フードプロセッサーじゃなくて、こっちのミキサーというかジューサー。これか、あとはハンドブレンダー。ビーンってやつ。ですので、ハンドブレンダーか、このミキサー。こちらをご用意ください。で、今回作っていくこの爆速油そばレシピ。こちら実際のところかなり実用的だし、美味しいし、もう今日これだけ作ろうかなとも思ったんですけど、やっぱ僕の癖がね、出るんですね。ややこしくしたい。ということで、爆速レシピをお伝えした後に、ちょっとここをややこしくした、時間のかかるものを作ります。で、僕が実際に今回実食でいただいていくのは、こっちのややこしい方ですね。と言いますことで、本日も張り切って参ります。では、まず何をやっていくのかと申しますと、今回リスペクトというかパクってるのは、冒頭のオープニングでもお伝えしてある通り、春日亭さんなんですけど、その春日亭さんの一番の特徴と言ってもいいのが、おそらく鶏トン油そばの麺の上にドロッとかかっている、僕は通称ドロって呼んでるんですけど、真っ白い泥なんですよね。で、泥、ホームページだったりとか、確かそこら辺で見たんですけど、豚骨と鶏、これを2日間かけてじっくり煮込んだものらしいんですよ。実際いただくとかなり動物性の旨味が詰まってんな、ドロドロしてんなっていう感じの泥です。一般的な油そば、オイスターソース、お醤油、そこにごま油っていう感じのスタンダードな油そばにはない動物性の旨味がドーンと入るんですね。それがすっごく僕大好きなんですけど、それを自宅でやろうとするとまあ大変ですので、もう僕は鶏皮だけを使ってこちらの泥を作っていきます。作り方はバリ簡単。まずは鶏皮のお掃除ですね。もう選ぶ鶏皮の部位も首でもいいし、胸でもいいし、ペタって言われるお尻の方のお肉でもいいし、ペタは高いですけど、どうせミキサーで粉々にするので、どこでもいいです。で、気になる方は、こういうリンパ、このちっちゃな小豆みたいなやつ、ここちょっと取ったりとか、余分な油が気になる方はここを取ってください。僕は気にならないのでそのまんまいきます。取った方がね、油臭さとかそこら辺は抜けますけど、あんまり気にならないです。で、ここだけをやっていただきたいのが、こっちの皮の面を見ていただいて、羽があるかどうかだけしっかりチェックしてください。羽だけはどうしてもね、ミキサーでも砕けないので、もう羽がなければこれで OK。で、使っていく分量としては、1人前あたり鶏皮1枚でいいと思います。ただこの泥をまとめて作っておくといろんなものに利用できるので、僕はまとめて作っておくことを推奨してます。でもとりあえず2枚でいきましょう。そうしましたらお鍋に鶏皮、そして分量外のお水、そんなにいっぱい加える必要はないですけど、この後この茹で汁で鶏皮を回しますので、少なくても 400cc くらいを入れていただきたいかな。そしたら入っちゃっか。で、もちろんお湯からでもいいんですけど、お水の方がね、多分焦らないと思うので。で、この時生姜、ネギ、
こういったものを加えていただくと、鶏の油臭さとか鶏臭さが苦手な方はいいかなと思うんですけど、正直僕、生姜、ネギ入れない方が美味しいと思ってます。っていうのが、結構おネギも生姜も香り強いので、鶏皮のね、せっかくの香りをもう上書きしちゃうんですよね。僕はあまりいらないかなと思います。で、だんだんと沸いてきますと、鶏皮のアクが出てきます。白いブクブクっとしたやつですね。それから、鶏皮からの黄色い油なんかも出てきます。でもこの状態だとちょっとアクも取りづらいので、無視取れそうだったら取ってください。それも沸騰したらすぐに鶏皮に火は入りますので、アクを落とすようにフリフリっとしてからサルベージ、このままミキサーにポイ。じゃあアクが取りやすいようにこの沸騰したまんま、はい、アクをちょっと取って、でアクをある程度きれいにしたら、はい、火を止めて、では今回の鶏皮2枚に対してあんまりこの茹で汁加えすぎてもシャバシャバになっちゃうので、そんなにいっぱいはいらないんですけど、この茹で汁を100cc 加えていただいて、ここにちょこっとだけ調味していくんですけど、使っていくものは2つ。まずおろしにんにく、それからうまみ調味料、これだけですね。で、こちらのニンニクに関して言うと、生のニンニクをすりおろして加えてもらった方が香りはもちろんダントツに強いです。もう僕みたいにニンニクに狂ってる方はぜひね、生のニンニクを加えていただきたいんですけど、ただこちらの生ニンニクって結構辛いじゃないですか。ですので、こういったおろしニンニクの方が辛みもないし、いっぱい加えても失敗はないので、こっちが安牌かなと思います。で、それからこちらのうまみ調味料系に関して言うと、僕らがよくスーパーで手に入れやすいうまみ調味料っていうのが、こちらの味の素、それからハイミーでいの一番っていうこの3種だと思うんですけど、これはね、ほんと好みです。一番オールマイティーに使えるのはこちらの味の素だと思うし、よりなんかこう、なんていうかな、ベロの両サイドにギューンってくるような強い動物性の旨味的なものを感じるのがこちらのハイミーだし、あんまりトゲトゲしいものがなくて、全体的にこう柔らかくこう馴染んでいくような感じなのがいの一番だし、正直これを使ったから美味しくならなかったっていうのはないと思うんですけど、全部美味しくなるんですけど、こういったラーメン関係とかチャーハン系とか、こういう町中華系ですよねは、やっぱこのハイミーが一番合うのかなって思ったりする派です。なんかよりジャンキーに感じるというか、そんな感じです。そうしましたら、こちらの鶏皮と茹で汁の中におろしにんにくこんぐらい、グラム表記で 20g、 生ニンニクの場合はほんとこれの4分の1ぐらいでいいと思います。で、それからハイミー、これはケチらん方がいいです。はい、このぐらい、グラム表記 3g から 5g。どうしてもね、今回骨から出し取ってないので、鶏皮の脂質の旨味とかはよくあるんですけど、旨味的なものはかなり少ないので、ちょっと多めに加えていいと思います。そしたらこちらを人肌までする必要はないですけど、普通に触れるくらいまでの温度帯になったら、いや、てかちょっと待ってね、ちょっとこれ水多すぎんか？今回鶏皮2枚に僕 100cc 入れましたけど、もうちょっと水少なくてもいいかもしれないです。ちょっともう1枚鶏皮追加しようかな。一応目安的にはギリギリミキサーが回る程度のお水です。あ、これペタだ。わーい。このプリプリの分厚いやつ、いいとこ見っけ。2枚入れちゃった。はい、そうしましたら、こちらをあらかた大きな粒がなくなるまで攪拌していただいて、で、今こういう風にシャビシャビになってると思うんですけど、これ冷蔵庫に加えたりとか、もう常温に置いておくと、こちらカチカチに固まります。カチカチというか、プルプルに固まります。煮こごりみたいに。ですので、固まったらより扱いやすくなるんですけど、もうお箸なんかでサクッと切れるので、使いたい分だけ取っていただいて、で、これレンチンしてもらうとまたドロドロになるので、こうやってまとめて作っておくこと結構おすすめです。で、こちら冷ややっこにこの泥プラスお醤油とか、蒸し野菜にこれプラスお醤油とか、茹でたもやしにこれプラスお醤油って感じでやると、めっちゃうまいです。で、保存するときは、もう今このあっちっちの状態で蓋を閉めちゃうと、この蓋の内側に水滴が溜まって、保存性下がるので、一度一旗まで冷めてから蓋をして冷蔵庫で直してください。ちなみにこちら、この夏場とかに常温で置いとくと、これすぐ腐るので、必ず保管は冷蔵庫で。はい、次。で、ここからが今回の薬味関係ですね。正直、ないならないで全然構わないです。今回の薬味は、白髪ネギ。
実際に春日亭さんでも薬味というか付け合わせ、そこに入ってるのがチャーシューとメンマと白髪ネギ、そしてもやしじゃなかったかな。でチャーシューはこの後作っていくややこしくするパターンの時には作っていきますけども、こっちの爆速のレシピの方では作らないです。でさっきの鶏皮を湯がく時に鶏皮の香りが苦手な方は白ネギ加えてねっていう方、こういったところの中心の部分とか使うといいですよ。でこちら繊維に沿ってパリッとした白髪ネギでもいいでしょうし、これ繊維に逆らってこうやってカットしてあげればくる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 っとするタイプのより歯触りが柔らかい白髪ネギになりますんで、こうもさっと盛りやすいと思います。どちらでもお好きな方でいいと思います。今日はいつも通り繊維に沿って切ろう。ちなみにちょっとしたテクニックというかちょっとしたコツですけども、白髪ネギ切った時になんかこうつながっちゃうよっていう方、イメージ的にストンと落としてそこからさらにもう一押しグッと押してあげてください。すると完全に切れますので、これが甘いとちょっとつながっちゃうんですけど、しっかり最後まで抜き切ってあげると綺麗にこうねカットできますんで。そうしたら軽く3分5分ほどちょっとお水にさらして辛み抜きです。やっぱ爆速にしたいのでちょっと揉んで一瞬で辛み抜きします。はい、10回ほど揉んだらこれをざるにあげて余分な水気を拭えば白髪ネギ完成で、泥の方におネギを使わなかった方はね、普通の薬味としてスライスしてもらったりとか、スープに使っていただいた後のスープの中でクタクタになったらクタクタになったで、もう鶏の旨味吸いまくってるので、僕はちょっと柔らかくなるまでスープの中で煮て酢味噌をつけていただくのが大好きです。俗に言うぬたあえってやつですね。余すことなく使っていきましょう。でこれから麺を湯がいていくんですけど、今回使用する麺においてもう普通のスーパーでよく並ぶとかよく見かけるこのつけ麺系の麺、こちらいろいろ食べてみて、ここにはないけどあと菊水さんとかね、いろいろ食べてみたんですけど、僕の好みですよ。あくまで僕の好みです。こちらの東洋水産のシリーズのこちらです。まるちゃんの北の味わいつけ麺シリーズですね。パッケージめちゃくちゃ似てるんですけど、ほらパッと見めっちゃ似てるでしょ。こちらが日清さん、こちらが東洋水産さん。めちゃくちゃ似てるんですけど、日清ではなくて東洋水産、こちらです。麺のちょっと香りが違うんですよね。まずこちらが日清さんのつけ麺の色で、こちらが東洋水産の麺の色。ちょっと全粒粉っぽいというか、ちょっとこっちの方が僕は小麦の香りがしっかりと香るような気がして、僕はこっちの方が好きです。でこちら麺だけ使ってこのスープどうすんのってお話なんですけど、こちらのスープも全然そのままスープで使えますからね、捨てる必要はないです。ただこちらで例えば市販の麺とか買ってきて普通の丼のラーメンを作ろうとすると、こういうつけ麺系のお出汁でちょっと甘いんですよ。麺にするよりかは僕は普通にスープにした方が美味しいと思うので、例えば鶏団子を入れてもらってつみれ汁とか、つみれ汁というか肉団子スープとか、もやしと一緒にちょっと多めのお水で煮てもらってもやしスープにしてもらったりとか、もう何にでも使えると思います。正直旨辛もエビ味噌も濃厚豚骨醤油も全部スープにしたらね美味しいので、皆さんのお好きな味を選ばれてください。本当はね製麺所に行って油そば用のそばあちらをね買おうと思ったんですけど、近くに製麺所があるご家庭ってなかなかないっすよね。僕も結構家から遠いので、より皆さんがご参考にねしていただきやすいようにちょっとこういう風にしてみました今回。で、もう焦らんでいいようにこの後麺を湯がいていくんですけど、その前にこちらの醤油だれ、こちらから合わせてまいります。今から僕が合わせていくのは麺2玉分に対しての分量です。多分ですけど、僕身長176センチ60キロ弱の人間ですけど、多分僕ぐらいの体格であれば麺2玉でいいと思います。でもし麺1玉にされる場合はこちらの分量を全部半分にしてください。では参ります。ちょっと早速2で割りにくい分量で申し訳ないんですけど、はい、オイスターソース 15g、 みりん 25cc、 酒 25cc。 ここまでのうちみりんはね甘さが欲しいってのもありますけど、お酒はこの後のお醤油をちょっと塩分量を伸ばすっていう意味合いの方が強いです。ここにこちらの濃い口醤油を 60cc から 70cc で、ハイミー
はい、3g。ではこちらを電子レンジで加熱して、みりんとお酒、こちらのアルコールを飛ばした後に、お好みでおろしニンニク、こちらを加えてください。そっちの方がね、ニンニクの香りが残りやすいので。で、大体この量ですと、大体4分から5分くらい加熱して、ブクブクしてくれば、大体アルコールは煮切れると思います。熱いので、やけどせんことを気をつけながら、こう香りを嗅いでいただいて、鼻にツンとくるような強烈なアルコール臭がしなければ OK です。もしまだアルコールのツンとするのがあれば、もう一度電子レンジで加熱してあげてください。あんまりやりすぎると、これ煮詰まってちょっと辛くなるので、もし辛くなっちゃったら、ちょっとお水を加えてね、調整してください。では、いってらっしゃい。バッチシです。それではここからいよいよ麺を湯がいてまいりましょう。では麺と言いつつのもやし 3,4 分ぐらいちょっと湯がいて、めんどくさければ一緒に麺も湯がいてくださいね。ちょっと今回は2倍以上バラバラに茹でますけども。そしたらここで麺、どうしても鍋肌に当たりやすいのでくっつかないようにどんぐらいやろ、数分に1回こう底取ってあげてくださいね。くっつくので。東洋水産の麺を使われている場合は僕は4分がおすすめです。3分半とかでもいいかもしれんですけど、4分を基準に考えていただいて、で4分経ったら一度ざるにあげて、でしっかりと水気は切って、どうせこの後ぐちゃぐちゃに混ぜるので、麺線など何も気にすることなくわさっと。そしたらここにもやし、これで1袋分、そしてぬくめ直した泥、これをもやしの上からダーバ。あとはお好みで白髪ネギと、はい、メンマを添えて、辛いのがお好きな方はチリペッパー、そうじゃない方はパプリカパウダー、こちらどちらかお好きな方をちょっと振ってあげると一気に春日亭っぽくなります。ではちょっと立ちながらで大変お行儀悪いですが、いただきます。ぐっちゃぐちゃに混ぜていただいて、うまっ。やっぱこれうまいよ。爆速でできるけど。一日お疲れ様でした。あー最高。もうマジこれ爆速でできてめちゃくちゃ美味しいので、皆さん超おすすめです。うんめえ。ごちそうさまでした。ということで今のが、前半パートなんですけども、この作り方であればもうほとんど失敗することはないと思います。強いてあげるのであれば、今回の醤油だれ、あれをレンジで温めるときに加熱しすぎてタレが煮詰まってしょっぱくなることぐらいだと思います。今回僕がこの丼茶碗で量でだいたい3分から4分加熱したので、そのタイミングぐらいを逃さないようにちゃんと見てあげてください。それから今回の泥、僕こういったレンジ対応の耐熱のお皿に入れてレンチンしましたけど、結構これ粘度高いので、カレーを沸騰させた時みたいにペチ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 跳ねるんですよ。ですのでラップをかけた方が飛び散りにくいんですけど、これピタッとやるとバーンとなるので、こういう感じ、こういった感じにかけてから電子レンジしてもらうとバーンと爆発もしないし飛び散りにくいしでいいと思います。それではここから後半パート、ややこしくするパターンなんですけども、まずはチャーシューからね作ってまいりますので、この後もお付き合いください。では後半編スタート。で今回のがカナダ産の豚バラ肉を2枚ですね、
正直今回いただくのは多分このぐらいですね。まあでもね、どうせ炊くならいっぱい炊いてね、食べきれんかったらご近所さんへ。じゃあもうちょっと余分なドリップは拭いて、せーの。じゃないとちょっとヌルヌルして危ないのでね。せーの。でこのバラ肉をこうやって見た時に、僕の好みはですけど、このあばら骨があったこの下駄、ここが入っているこの前側っていうのかな、こっち側が首側でこっちがお尻側っていうか、こう太もも側になると思うんですけど、こっちの首側の方が僕は好きですね。こっちの方がサシの入り方っていうか、その3枚の層が綺麗な気がする。こっちの方はどちらかというとちょっと赤身感が強くなってきて、こう肉々しくなってきますよね。でこれからやることは絶対に皆さんやんなくていいと思います。今回作っていくタイプのチャーシューってこれ巻かないんですよ。この状態で煮てこうスライスしていく感じになるんですね。平べったいペラペラな感じになるんですけど、短冊みたいな。その場合こっちの脂身の方はまだいいんですよ。こっちはまだいいんですけど、最終的にこっちの身の方、ここが煮汁というか今回の漬け汁に触れる、つまり塩分に触れるんですよ。だからこっちにこのお肉赤いところ、こういうところ、ここが一番上に来てると、どうしてもここがお肉の水分が抜けてちょっと歯ごたえが生まれるんですね。でそれはそれでまたうまいんですよ。お肉感があってね。ただこういったバラ肉って三枚肉ってよく言われて、油、お肉、油っていう感じで層になってるんですけど、この油、お肉の間のこの筋というか、こう膜、こういったのがこの一番表に来てると、そこって塩分に触れても水分抜けていかないんですよ。つまり硬くならないんですよ。食べた時にもうね、とろけるような食感になるんです。で僕それ美味しいなと思ってて、なので今回は絶対やらなくていいんですけど、はい、剥ぎます。ここに下の層のお肉の1枚上にこの膜というか、ちょっと筋っこいこの白い層があって、でその上に次お肉が来てるんですけど、このお肉をまず剥ぎ取りますね。ほら、お肉剥くと下に白い層が見えてくるでしょ。これにしたいんですよ、全部。ちょっと肉磨きっぽくて、これはこれで面白いですよ。こういうことやっているラーメン屋さん、僕見聞きしたことないんですけど、いらっしゃるんですかね。でなおかつ今外しているこのちょっと大きいここってこういう感じで繊維がこっち方向に走ってるんですよね、縦方向に。ただ1枚下の層を見ていただくと繊維がこっちに入ってるんですよね。最終的に僕はこういう風にカットしていくので、そういう意味でもね、ここ繊維の方向が揃わないので、そういった意味でもちょっと剥いてます。正直チャーシューって結構煮込むので、そんなに気にしなくてもいいと思いますけど。よし、これでこの辺が白くなりましたね。ある程度ね、ここもっと真っ白くなると思ったんですけどね、意外とここのお肉と油の間があんまりなかった。もちろんここも後でね、使っていきますので捨てずに。そしたらあんまり小さくなってもしょうがないので、4等分かな。ね、ほら、やっぱこっちのあばら骨がある方がこういった感じの断面になってて、こっち側はね、こういう断面なんですけど、やっぱりこのあばら骨がある方、こっちの方がやっぱ綺麗ですよね。油も綺麗に回ってて。でもって全体的にこっちの方がやっぱ身が厚いんですよね。こっちの方はちょっと薄くなってくるので、これ巻きたいな。いやー、いいや。もう今日も巻かずに全部これで作っていこう。そしたらさすがにこの版だとでかすぎるので、こちらを半分。で一応こっちが身の厚い頭っ側、お尻側なんですけど、多分この頭っ側のこことかもうだいぶ油っぽいところ
多分ここお店によっては弾いちゃうんでしょうね。もう油ばっかりだからっていうことでね。でもこの油は油でプルプルしてうまいんですけどね。どうなんでしょう。僕は好きで、この辺りがお尻っ側になるんですけど、特にこの辺りね、もともとここに赤いお肉が乗ってたんですけど、それを剥いで、もうこっちもこっちも白くなった子、この子たちが僕の今日の密かな楽しみです。そうしたらば一度こちら全面焼き付けてちょっと固めていきますね。そしたら一度五徳周り、それからお鍋、こちらをきれいにしていただきまして、大きめのお鍋にぎっしりと敷き詰めましたら、はい、お水、あとは浮かんでこないようになんかうまい具合に落とし蓋かなんかしてもらって、はい、着火。ちょっと不格好で申し訳ないですけど、この後今冷たいお水から始めてるんですけど、これを今中火ですね、強めの中火で火にかけて、ちょっとゆっくりめに温度を上げていって、でこちらがコポ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 沸騰し始めてから1時間です。僕が普段巻いて作るタイプの時はだいたい100分から120分、だいたいこのくらい湯がくんですけど、しかも火加減バッカバカ強い火で炊くんですけど、仕上がりのイメージ的に100分120分炊くと脂身に爪がグッと食い込む感じ、もうほんと口の中でポロ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 って崩れていくような、とろけるような柔らかいチャーシューに仕上がるんですけど、今回の出来上がりのイメージとしては脂身に指がズボって埋もらないぐらい、ギリギリプリンとするぐらいでも、お肉のちょっと肉の繊維感というか、ちょっとこう硬い感じ、肉食ってんなっていう肉々しさはない方向でなったら1時間でした。でこの時豚臭さとか気になる方はここに生姜とか長ネギとか加えてもらっていいと思うんですけど、僕はあまり必要ないかなって思うタイプです。どうせラーメンいただくならお上品というよりかはもう豚臭いねっていう感じの方が僕は好きだったりするので、ではまず沸騰までちょっと溶き飛ばしで、軽くアクはお掃除してあげながら、この全体的にボコボコ沸いているというよりかは、こうポコ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 ってこの優しくこの泡が出ている、こういう優しい状態、これで1時間の旅です。ではあと20分ぐらいで炊き終わるので、その間に今回のチャーシューの漬け地、こちらを合わせてまいります。でさっき爆速で作る方の醤油だれ、あそこと揃えようかなと思いますので、比率としてはみりん、酒、濃口醤油、こちらが1対1対2強ですね。一応具体的には酒、みりんが 400cc で醤油が1リットル入ってます。でこちらを返しというか醤油だれに使うので、こちらはあとアルコールを煮切れば完成で、こっちがチャーシューの漬け地の方なんですけど、僕最近チャーシューの漬け地の中に八角、これ加えるのハマってるんですよね。もし八角がなければこれウーシャンフェン、これなんかを加えていただくと、このウーシャンフェンもね八角しっかりと入ってるので、八角の甘い香りがつくんですよ。言うなれば台湾風の角煮とかルーローハンとかトンポーローとか、ああいった感じの香りがつきます。でもちろん入れないなら入れないでも全然構わないんですけど、この醤油だれ、つまりラーメンの返し、これと漬け地が今同じ味なので、もちろん同じ味だからこそラーメン本体とチャーシュー、ここに一体感はもちろん生まれるんですけど、八角が1個ポンと入るだけでチャーシューの存在感が際立つというか、チャーシューを口に含んだ時におってなる、それがなんかいいなと思って、最近僕はこの八角を加えるのにハマってます。で今ここに何リッターだ、約1リッターぐらい入ってるんですけど、1リッターもあるんだったらもうこれ1個入れていいんじゃないかな。結構八角って香りバンバン出るので、あんまり入れすぎてもねと思うんですけど、2個入れちゃえ。それではこちらを火にかけてアルコールを煮切っていきます。いってきます。そしたらですね、今落とし蓋取ってポコッと出てきてますけども、一応これで60分の炊き終了です。で60分しか炊いてないので、全然トングでもね持ち上げられると思うんですけど、大体どこのご家庭にもあるこちらのチャーシュートング、こちらがあると便利かと思います。わかります？このトロットロまでいかない絶妙なプルプル加減、これが1時間ですね。そ
そしたらこちらまだちょっと熱くて扱いにくいのでちょっと冷ましておきます。そしたらこちらが豚バラ肉を湯がいた後のお鍋の中身なんですけど、これよーく見ていただくとこの上の油の層と下のスープの層の2層になってるんですよね、これで。今回こちらの茹で汁を使ってこの後骨を炊いていこうかなと思ってますんで、なんせこの豚の茹で汁なんてもう旨味の塊みたいなもんですからね、捨てるのはあまりにもったいない。でこれも言うなればラードなので、もし日頃ねラードをよく料理で使うよって方はね、これを冷蔵しておくと市販のラードになりますんで。というわけでちょっと分かりづらいんですけど、あらかた表面上の油は除去しました。でこちらが一度煮沸させたっていうか煮切った返しですね。八角2つ入れてますけど、あと1個くらい入れてもよかったかもしれないです。まあ大丈夫でしょう。でこれから漬け込むにあたって結構濃い返しで漬けますので、漬け時間は30分このくらいでいいかなと思うので、もう簡易的にこのズップロックこちらで漬けていきます。このイージージッパーじゃなくてピチピチタイプ、こっちが液だれなくていいと思います。あとはこれでたまに上下を返しながら30分から1時間、多分30分でいいと思いますね。これ結構濃いので。アレクサ、30分でタイマーかけて。1番目、30分のタイマーを開始します。よし、皿洗いしてる間に30分経ちまして、この表の油面じゃなくてこのお肉の面のこの漬け地に触れてるお肉がちょっと締まってきてる感覚があるので、ちょっとキュッとしてね、もういいんじゃないかな。ではこちら漬け地を切って冷蔵庫で冷やしておきます。それでは今回のスープに使っていく骨たちの登場です。多分大丈夫と思いますけど、あんまり赤いお肉いっぱい見るの苦手だわって方はご注意くださいね。せーの。スペアリブの骨、よく売られているスペアリブからお肉を抽出して骨だけにしたものですね。僕もともと今回豚頭っていう豚の頭でね作ろうとしてたんです。で実はスープも取ったんです。そしたらですね、もうこれ豚骨ラーメンでいいんじゃねってなりまして、なんか僕の中でしっくりこなかったんですよね。ですので今回はこちらのスペアリブの骨で取っていこうかなと思います。でしかもですね、豚頭で取った時、これもうちょっとすりゃよかったなっていうちょっと改善ポイントが自分の中でできたので、もう一回リトライ。でちなみにこちらのスペアリブはもう説明するほどでもないと思うんですけど、この一般的なスペアリブをこうやってカットしたものですね。でスペアリブって大体煮込み料理とかに活用されることが多いんですけど、やっぱこの骨付き肉だからこそ美味しいんですけど、焼くってなったらね火通りにくいし、でもこうやってバラしてあげるとこういう感じで焼肉にもね転用できますんでね、もう言うならばこれ牛肉で言ったら中落ちカルビなのでめちゃくちゃ美味しい。でこっちのスペアリブのお肉&豚バラ肉からそぎ取ったやつ、ここ今日の食卓には並ばないんですけど、どういう風にこれを消費していくのかっていうのはまた後ほど。そしたら一応血抜きも兼ねて一応軽く水にはさらしてあるんですけど、一度こちらもう血が真っ赤なのでちょっと一回ざるに上げてきます。そしたら一度こちらをお鍋に加えて、ここにひたひたのお水で火にかけて弱火で。でなんでこちら弱火かというと、今こうやって見えてる通りまだ血がいっぱい含まれてるので、その血を抜きたいんですよね。一気に強火で火にかけていくと一気に火が入ってもうカチッと固まっちゃって、もうそれ以上血が抜けなくなるんですけど、こうやってじっくり火にかけていくとだんだんとこう毛穴が開くみたいにボワってこう血が出てくるんですよ。ちょっとこれを使って2回くらいこれを繰り返して血を抜こうかなと思ってます。流水にさらすっていうのでも結構抜けるんですけど、豚頭でやった時4日目ぐらいまで血出ました。なので結構時間かかるんですよ。でもこれなら早いかなと思いまして、でこちら完全に火が入るともう血が抜けなくなるので、40度から50度の間ぐらい、そのくらいの温度になったら一度ざるにあげて、で水でしっかりと洗って、でもう一度水溜めて火にかけてっていうことをやります。和食の茹でこぼしとまではいかないけど、なんかお風呂に入れてるみたいなそういう感覚です。よし、43度。一度こちらざるに上げてきます。
ちなみになんでこんなに熱心に血を抜いてるのかと申しますと、春日亭さんの泥ってめちゃくちゃ白いんですよ。あれホワイトニングしたっていうぐらい白いんですよ。なのでその白さに近づけたいので、ちょっと血はできるだけ抜こうかなっていうところです。じゃあこれで1度目のお湯浴び完了ですね。まだ実際まだ出るんですけど。はい、では2度目のお風呂。よし、50度。じゃあちょっとざるに上げていきます。ということで、さらに10回揉み洗いしていきました。結構白くなりましたね。多分これをあと5、6回繰り返せば本当に真っ白になると思います。ただ、ちょっと疲れたので、もう今日はこの辺で。そしたらこちらをお鍋に加えて、今回のチャーシューの煮汁。てか白くするんだったらこれ加える方が良かったかな。まあいいや。したらはい、着火。いや、やっぱやめた。やっぱ今回白さを目指したいので、ちょっとこちらは僕の晩ご飯用の鍋スープにします。これちょっと右往左往して本当に申し訳ないんですが、それは次はいよいよ煮出しのための加熱ですので、もう火加減は終始強火で。いや、やっぱ2回やるだけでも結構違いますね。この段階で赤くにじんでこない、これ大事だわ。それでもやっぱこんだけ黒出ますか。いや難しいね。よし、ではここからバカスカ沸かしていきます。煮込み時間はどんだけ早く砕けるかによってちょっと変わってくるんですけど、最低でも6時間ぐらいはかかるのかなと思います。これで強火でバカ沸かしながらだいたい7時間半ぐらいですね。もう骨もだいぶ砕けるようになってまいりまして、髄はほとんどもう出たんじゃないかな。まだ割れてないのもちらほらありますけども、なのであとはもうどんだけ煮詰めるかっていうところになってくるかなっていう感じですね。じゃあまだ割れていない骨もあるので、一旦お水を追加して、あともう2時間半ぐらいいこうかなと思います。なので煮込み時間が今回10時間ですね。豚頭とかと違って骨自体がねあんまり大きくないので、煮込み時間も短いですね。これで美味しいスープが取れていればいいんですけどね。ではまた2時間後に移動。こちらどんだけ煮詰めるか問題ですけども、ほんと皆さんのお好みに合わせてでいいと思います。僕の判断基準はこのお鍋の中の段階だと結構白濁して見えるんですけど、こういうちょっとちっちゃな取り皿に取った時、この時にしっかりと濁ってんなーってなるくらいまでが僕のあれです。一応1個の判断基準です。ただこの後ね鶏皮を一緒にこうブイーンしますので、ある程度でいいのかなっていうところで、ちょっと今回は緩めに仕上げてあります。もっと煮詰めればもっとドロドロになります。ではまず目の粗い方のざるで一度こして、そしたら続いてもうちょっと目の細かいざるでこして、はい、これで豚骨スープ完成。個人的には40点くらいの白さで、今回の使ったスペアリブの肉を剥がした骨でいうと、だいたい骨と同じ重量かちょっと少ないかなぐらい、そのくらいのスープが取れるかなと思います。で今回ちょっと薄く作ってるので、いつもの豚頭と単純な比較はできないんですけど、お塩振って、十分豚骨スープ。なんか豚頭の方がもっとパンチは強い気がする。どちらかというとやっぱスペアリブって骨の周りにこう膜みたいな、ああいったコラーゲンの塊みたいなやつがいっぱいついてるので、そのコラーゲンかな、なんか甘さをすごい感じますね。豚頭と今回のスペアリブの骨、どっちが美味しいですかって言われたら日による、そう答えるくらいには十二分に美味しいですね。それではここからこちらの豚骨スープをドロに仕上げてまいります。ここから先は爆速レシピとほぼ同じです。それでは冷たい状態のお鍋に鶏皮、あとは全体がしっかりとかぶる程度のお水で着火。では沸騰して鶏皮に火が入ったら一度こちらをおかあげで、先ほど爆速の方はおろしにんにくを使いましたけど、今回はもう爆速である必要もないので生のおろしにんにくで。で僕は大量に作るんでもこれでいいんですけど、もし少量で使うんであればアルミホイル1枚かましてあげて、この状態でおろしてあげるとこんな感じで使いやすいのでおすすめです。
鶏皮がギリギリ回る量の豚骨スープ加えて、でこちら見てもらったら分かる通りこう固まるので、これお鍋に入れてちょっと湯煎するような形で常にドロドロの状態を保ちながら使っていきましょうかね。でここのポヨンポヨンたちが余った豚骨スープなんですけど、和風だしと違って結構中華系のスープとかこういった豚骨スープ冷凍すれば保存効きますので、次作る泥用に取っときます。では今ここまででスープ関係の泥、それからこちらが返しで、具材関係のチャーシュー OK、 こちら白髪ネギとメンマもうほぼほぼ完成してるんですけど、皆さんにお詫びがございます。春日亭さんってトッピングというか具に半熟煮卵があるんですよ。それもね作ろうとしてたんです。ただ思いっきり忘れてまして、ちょっとバタバタ半熟煮卵買ってまいりました。ちょっと今回こちらを使わせていただきます。であと今回の具材の1個であるもやし、ひげ根をブチブチもぎまして、ちなみにこちらのひげ根を取る理由、もちろん食感がっていうところもあるんですけど、この除去したひげ根を嗅いでもらって、で次にきれいにした方のもやしを嗅いでもらうと分かるんですけど、ひげ根って結構臭み溜まりやすいんですよね。溜まりやすいというか匂いを発しやすいんですよね。なのでその臭み取りっていう理由も兼ねてます。で今のもやしは結構ひげ根除去済みのものがほとんどだと思うんですけど、それでももちろん 100% ではないのでね、結構いっぱいありますんでね、自分一人で食べるときは全然気にしなくていいんですけど、いつも YouTube の動画の時は誰かに食べていただく想定で作ってるので、人様に食べてもらうならっていう丁寧な感じですね。そしたらあとはフライパンに焙煎タイプのごま油、これをちょっと多めに垂らしてもらって、ここに今回のもやしのひげ根、すると一気にブワッと広がってくるので、このひげ根からの泡がちょっと少なくなってくるくらいまでじっくりと揚げてあげると、フライドガーリック、フライドオニオンならぬフライドもやしの完成。これ空気に触れさせてあげるとパリパリになるんですけど、ごま油の香るいいあしらいになると思います。それではラスト弾肉式ですね。じゃあラスト脱線タイムの総仕上げ、豚バラから外したお肉だったりとか、あと骨から剥がしたスペアリブの身だったりとか、この辺なんですけど、今回味噌漬けにしていこうかなと思います。白味噌ベースの味噌の漬け地でつけてもらって、こういう身の厚いスペアリブなんかは魚焼きグリルでじっくり焼いてもらって、こういった豚肉の薄いところ、ここなんかは網とか、あとフライパンとかそういった感じで焼いてもらうと豚肉の最強焼きが美味しくいただけると思います。では合わせていきましょう。でも明らかにここもう油しかないよってとこは外しちゃって、でこのまんまだとさすがにでかすぎるので、はい、食べやすいサイズ感にちょっとカットしていただいて、それでは今回の西京漬けというか味噌漬けに使っていきます材料たちをせーの。こちらから白味噌、お酒、お砂糖で、今回の分量が 100g、40g、40g。 トシちゃんの西京焼きって覚えると覚えやすいですよ。でこちらがお肉用の分量なんですけど、お肉なのでお砂糖を使ってるって感じなんですけどね。お魚だと逆にここがみりんになるので、お魚の場合は白味噌、お酒、みりんが 100g、10g、30g
こんな感じで合わせてください。基本的にはお肉にはお砂糖を使って、お魚にはみりんを使うっていう感じですからね、お料理はね。で、僕いつもやったら玉味噌っていうものを使って和えるんですけど、玉味噌っていうのがここにさらに卵黄が入るんですよね。卵黄を加えて、で湯煎で練り上げながらドロッとしたお味噌を作っていくんですけど、僕がいつも玉味噌を使う理由としては、玉味噌にした方が塩分量がちょっと下がるんですよ、卵が入る分。なので動画で僕は一気にガバッと食べるので、いっぺんでたくさんの塩分を取るのが怖いっていうのがちょっとあるんです。そういう理由でいつもは玉味噌でね、味噌漬けを作っていくんですけど、今回こちらは動画用ではなくてプライベート用なので、もう塩分量を気にすることなくザ白味噌っていう感じで合わせていきます。ではこちら生でいただくんじゃなくて加熱して豚肉いただきますんで、もうアルコール飛ばすことなく、はい、全部合わせて、で今回はタッパーなんかにこういったリードペーパー、こういったものを1枚かまして味噌乗っけてっていう、そういう漬け方ではなくて、もう今日はざっくりとこの中で和えちゃう。でもちろんこちらお味噌ってめっちゃ焦げるので、しかもお砂糖なんかも入ってこれすごく焦げやすいので、なのでこちら焼く時はこちらのお味噌を拭ってから焼いていただきたいんですけど、こちら一晩とか1日つければしっかりとお味噌の味つきますので、一度さっとお水で洗って、で水気を拭ってから調理してもらえればと思います。そうしたらペチッとラップ1枚かませてからラップをして冷蔵庫で寝かせるだけです。終わり。はい、というわけではい、これで油そばセットの出来上がりです。では実食編にゴー。というわけで無事に完成するまであともう少し。ちょっと今回ですね、さすがにカセットコンロでやるのはちょっと無謀かなと思いまして、カウンターキッチンでいただこうかなと思います。なんせ伸びるのが嫌なので、今回はワンコ方式でいこうと思いますんでね。で、この場をお借りして皆様にお詫びを。今回いっぺんに全部作らない関係で、おそらく僕サムネイル用にまたもう一回作ると思います。その時も同じく今回麺が2玉で1盛りなんで、麺14玉分かな。ですので、おそらくサムネイルと今のこの映像が全然違うと思います。今なんか画面の向こうから皆さんからいいよっていう声が聞こえたので、また別に作ったやつなんだなっていう風に察してください。よし、では作っていきましょうか。最初の1杯だけはカメラに映そうかな。作ってるところを。はい、完成。お腹すいた。いただきます。すきっ腹でしみる。いや、にしてもね、めっちゃいい香りしてるんですよ。もう香りと見た目だけでわかる。これはうまい。で、あとは爆速レシピとどんだけ変わるかですよね。実際に変わったのはチャーシューが乗ったこと、あとスープが変わったこと、そのぐらいですからね。よし、ならばめっちゃうめえ。すいません、ちょっと一旦黙ります。マジでお腹すいた。もう最高にうめえ。もうこれお店ですよ、お店。もうなんだろう、もうこの油そばを出してくださるお店ができてほしい、近所に。そのぐらいうまいっす。
で爆速レシピの鶏皮だけブイーンって回したやつ、ドロの時の爆速レシピと食べ比べてみて思うんですけど、そんなに変わらん。やっぱ醤油の返しの醤油の香りが強いので、あとニンニク、そこにもう豚骨の香りは持ってかれてるかな。正直あんだけ10時間炊いて10時間分の美味しさが反映されてるかって言われたら10時間じゃないなって感じです。美味しいんですよ、めっちゃ美味しいんだけど、タイパ考えたら多分鶏皮描くだけでも十分美味しくなります。ただやっぱ爆速レシピと違って大きいのはこのチャーシューですね。食べかけですごい申し訳ないですけども、こちらこのプルプル加減がねたまらないんですわ。超うまい。で今回煮汁に30分だけつけましたけど、30分で十分ですね。もう正直こんだけ返しというか泥の部分が濃いので、そんなに濃く味をつける必要もないですからね。30分ですけどちゃんと八角の香りはもうしっかりとついてて、明らかにこの油そば全体の味とは違う香りがするから存在感ありますね。でもって僕が普段作るような120分とか150分とか炊くトロットロのトロットロというかもうボロボロのチャーシュー、チャーシューとは違って噛み締める喜びがあるのでめっちゃうまい。こっちの60分チャーシューの方はなんていうか、チャーシューもやしチャーシュー、俗に言うおつまみチャーシューみたいな、ああいった感じにして進化を発揮するタイプですよね。ならば2杯目3杯目で参りましょうか。でこっから先1杯ずつ作ってるとマジで日が昇って日が落ちるので、そこまではねえか。まあでもちょっと時間かかるので2杯ずつ作っていきますね。もう泥で隠れて分かりませんけども、一応チャーシュー5枚のチャーシュー麺カスタマイズ。絶対チャーシュー余る。作りすぎた。さっきも思ったけどこの煮卵めっちゃ美味しい。今度から買おう。やっぱこのチャーシュー美味しいわ。ではせっかくのチャーシュー麺なのでチャーシューで麺を包んじゃったりして、冗談抜きで美味しい。そんなら僕はちょっと食没。はい、じゃあおかわり。よいしょ。で続いてがめっちゃ分かりづらいんですけど、チャーシューの上にお肉が来るのか膜というか脂肪のところが来るのかっていう違いですね。ちなみに手前側がこの煮汁と触れ合うところが筋肉と筋肉の間の脂肪というか膜というか筋というか白っぽいところですね。でこちら側が煮汁と触れ合うのがお肉っていう感じで分かれてます。これね結構変わるんですよね。でねこっちの筋というか脂肪が表面に来る方がもうトロットロなので、お肉が来る方はお肉が来る方でこの引き締まった繊維というかね、噛み締める喜びがあるんですけど、僕はこっちが好きなんですよね。トロットロの方。それじゃあ残りあと2杯ですね。あっという間。よいしょ。じゃあラストは今回のもやしのヒゲ。これトッピングして。あら、かわいいじゃない。ちょっと味変に赤酢。結構香りの癖が強いんでね。ちょぴっとだけ加えて。さっぱり。でも赤酢なのでコク深く。面白い。
白いですよ、食感。気になった方は試してみてくださいね。結構面白い食感しますよ。もしゃもしゃしますよ。ということで残り1杯ということでラススパート。ごちそうさまでした。いやー、うまかったね。もうお腹いっぱい。大満足です。今回爆速レシピの方と10時間以上、実際には16時間20時間ぐらい時間かかってるんですけど、そのくらいかけて作る方法に2通りやってみましたけど、実食中には申し上げた通り10分でできる爆速レシピ、あれでものすごくタイムパフォーマンス高いので、正直豚骨スープは取らなくていいかなと思います。日頃のレシピ運用に活用してもらえればと思います。っていうところかな。ではまた次の動画でお会いしましょう。ではバイバイ。